こんにちは、ちょのまち模型チャンネルです。今回はタミヤ35分の1ドイツ自走榴弾砲ベスペのプラモデル制作動画になります。ウイジンのクルスク線のグロスドイッチュランド師団所属の車両として仕上げています。オープントップの車両ですので、もちろんインテリアに手を入れます。省略されている指示管をプラ棒で追加しています。車体に主砲の角度を示すメモリのモールドがあります。砲火にその表示針を真鍮線で追加しています。室内にある通話装置や変圧器などをプラ材でスクラッチします。こういう小物をスクラッチするときは多めに作って気に入ったものを使います。無線機周りに自作パーツをつけて配線をしています。 MP40 のマガジンポーチはエポパテで作っています。反対側は消火器 MG34 雑具箱を追加しています。薬莢庫は2発使用済みとし、押さえ金具をアルミ板で作っています。トラベリングクランプはハンドルが太いので真鍮線アルミ板で作り直しました。戦闘室全部の弾薬庫もプラ板でスクラッチしています。戦闘室後部の弾薬庫は蓋の開き方が違うので、蓋だけプラ板で作り直し、片方だけ貝状態にしています。予備履帯だけモデルカステンのものにしています。車外装備品のクランプはパッションモデルズの可動クランプを使っています。若干大きめな感じがします。オープントップなのでインテリアから塗装です。無線機周りは見せ場なので丁寧に塗り分けます。少し塗料が濃すぎたようで、塗料の粒子が目立ってしまいました。インテリアの塗装が終わったので、組み上げてサーフェイサーを吹きます。戦闘室に吹き込まないようにマスキングしてサーフェイサーを吹いて影色を吹いています。可動クランプを使ったので車外装備品を一旦外しています。基本色のダークイエローとダークグリーンを吹きます。続いてレッドブラウンを吹きます。こういう太い迷彩の方がバランス難しいですね。マーキングはマスキングで行います。車両ナンバーのデカールは43がついていましたが、マスキング塗装するのに3は難しいので41にします。別々に塗装した車外装備品や小物を取り付け、足回りに泥汚れをつけて完成とします。小さい車体に大きな大砲、このアンバランスな感じがいいですね。MM ミリタリーミニチュアファンとしては欠かせない切り板200のキットです。力を入れて製作しました。今はリニューアルされて、今回スクラッチした部品もだいぶパーツ化されてるみたいです。タミヤさんはアイテム選定に切り板は関係ないって言ってるみたいですが、ミリタリーミニチュアファンとしてはやっぱりナンバー400は気になります。
ご視聴いただきありがとうございました。制作品が少しでも気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。